ございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅、本日は大自然の知床半島を巡ります。よろしくお願いします。じゃあハウス行って。ただいまの時刻は12時44分です。なんでこんな毎晩遅くなるんでしょうか。外気温は 5.7 度ですね。寒いですね。今日ね、川湯温泉でキャンピングカーで三重から来られてる方とお会いしたんですけど、その方によると知床はめちゃくちゃ寒いって言われてたんですよね。どっちかって言ったら宗谷岬とかの方がまだ気温は高かったよっていう話だったので、これ以上寒いのかと思いながらですね、明日から知床の方に寒いけど行こうかなと。寒いのね、あまり得意じゃないって言いながら雪のところばっかり行ってたんですけどね、冬場は。でもね、ちょっと暖かくなるとね、もう寒いの嫌だなと思うんですけどね。でもやっぱりね、知床の方には行きたいかなと思ってるので、知床を回って、でそこから道北の方、宗谷岬に向かって上がっていくっていう順序で旅を続けようかなと思ってます。はい、じゃあ今夜はね、寝たいと思います。本日もありがとうございました。じゃあおやすみなさい。いやー、はい、父ちゃん。草食べたらあかんって言ってるやろ。バックしてるよ。重さに負けちゃって。重たい。勢いもすごい。ほら、ゴゴゴゴ。もう閉める？もし閉めて。ハウス行って。
の駅マシュ温泉を出発しました。でこれから知床方面に向かっていって、羅臼の道の駅をとりあえず目指していこうかなと思ってます。途中でねまた行き先を変えるかもしれないんですけど、一応知床方面に向かって走っていこうと思います。じゃあ本日もよろしくお願いします。今道の駅マシュ温泉からどれぐらい走ったかな、30分ぐらい走りましたかね。そこの給油所が値段が安かったのでここで給油します。ゴミがね結構溜まっちゃったんですよね。でどこかキャンプ場かどこかで処理できるところがあったら処理させてもらおうかなと思ってます。今給油終わりました。でここからね羅臼までのんびりドライブ行ってきます。母ちゃん、はい、洗車しましょう。もうね車昨日雨やってね、昨日おとつい雨やったからもうめちゃくちゃ汚れてるんで洗車します。ちょうどね洗車機があったんでここで洗車します。もうざっと流すだけですけどね、はい、洗車するとすっきりするんで洗車します、はい、スタートキーを押してください。スタートします。天井板を車に向けてください。水が出ます。やって赤道のや10、9、8、7、6、5、4。ありがとうございました。表示時間内に。今はまだね午前中なんですよ。11時ぐらいなんですけど、今日はねこれから羅臼の方に向かうんですけど、羅臼の方はスーパーマーケットとかがあまりなかったと思うんですよね。羅臼岳とか登るかもしれないので先にねもう買い物しとこうと思います。そしたらね安心してもうどこでも車中泊できるんで、駐車場があればね。なので先に買い物しておきます。じゃあ行ってきます。でここはね中標津町かな、中標津町って書いてあったね。なかなかの町やね。結構なんか大きい、一箇所にこうガッと集まってる感じやな、お店がね。その後はもう結構まっすぐな道が続くって感じやもんね。母ちゃんの好きなホヤです。初めて見たね。初めて見た。こんな貝がついてる。なんかリアルホヤ。なんか先っちょの方がこう2つにね分かれてるね。ほんまやねんなこれ。これ半額やで。でも食べられへん。安いね。さあ買い物しました。またパン大量に買ったね。であとはねおひょうのねお刺身を買ったんですよ。これなかなか食べれないんじゃないかなと思ってるんですけどね。おひょう楽しみな。おひょう楽しみです。知らない。ヒラメの大きいの。すごいね。みたいな感じ。高級じゃんじゃあ。そうやな。大きい。じゃあ出発します。
今ラオスのキャンプ場に着いたんですけど、ここから鈴つけましたやっぱりクマが多い地域なんでちょっとね怖いなと思いながらで、以前ねジムにできた時はここのオートキャンプ場で車中泊をしたんですね。あ、違うわ、テント張ってんな。でここのオートキャンプ場がねすっごくよくって、今回もねここで車中泊しようかなと思ったんですけど、天気がねすごくいいみたいなんで、今夜と明日の朝ラオス岳がねめっちゃ綺麗に見えるんじゃないかなと思って、で知床峠の駐車場があるんですよね、展望台の。そこでね今夜はね車中泊しようかなと思ってるんですね。なので、ここはね泊まらないことになりそうですね。2000円でね電気が使えて泊まれて、で設備もねすごく整ってるんで、ここはねいいなと本当ねここはいいなと思ってるんですけどね。もしね来られるんだったらおすすめですはい、私たちは今回は多分利用しないかなと思います。はい、回ってよ。あ、そうそう。で、今ね、ここのキャンプ場で聞いて、ゴミをね、引き取ってもらえませんかっていう風にお願いしたら、1袋ね、買い物袋ぐらいかなの袋で100円で引き取ってもらいました。もうこういうのがね助かりますね。ちょっとねゴミ溜まってきてたんで、これちょっと心配してたんですけど、普段こんな長く旅しないんでいつもは持って帰れるんですけど、今回はねちょっとねゴミが溜まってきてて、そのまま峠の上に行ってなんか匂いするもん持ってって車に積んでてっていうのはちょっと怖いなと思ってたんでよかったです。じゃあここでちょっとね凪の運動します。よいしょ。今凪の運動終わりました。結構ね走れてよかったです。ただ虫がねつくんですよ。なのでラッシュガードを着させてます。でこれでね一応、この辺りのね虫は大丈夫かなと思うんですけどね。今運動終わったんでこれから移動していきたいと思います。今日はこの後道の駅ラオスに行って、で海鮮を一応見てみて、で昆布買わなあかんな。昆布をお土産で買うやろ。でその後に知床峠の方に向かってって、熊の湯大やけどした熊の湯ちょっととりあえず見に行ってみようや。入れそうやったら入ろうもったいないしせっかくだからな、入ろう。でそこから峠の駐車場まで一回行ってラオス岳を一回撮影をして、でそこから下ってって、で知床ホテル前行った時にすごい良かったな。なんか前行って泊まったらご飯がめっちゃ良かったから、そうご飯を、とお風呂を入って、で知床峠にもう一回戻って、で知床峠の展望駐車場で車中泊をしたら、星空と明日の朝がめっちゃ綺麗なんじゃないかなと思って、今日の夕方も一応ね撮影したいなと思ってるんだけど、だからまずそこへ行くのにゴミを外のねボックスに積んでるから怖かったから、だからクマ来たらね、やっぱ匂いしたらクマ来るかもしれんし、料理したらクマが来るかもしれんから、今夜は料理はせずにするのがいいかなと。しても匂いが出ないもの、なんかもうあるものでちょっとお湯を沸かすぐらいだったらいいかなと思うんだけど、なんか肉焼いたりとかまずいんじゃないかなと思う。僕のもくださいガオー僕のもくださいガオーここ見たらガオーなんて怖いからな。
怖いとか申し訳ないやろ、だからなんか、そうしようかなと思ってます、はい、でまああんまり大変やったら向こう側の知床の道の駅シークトロちゃうかな、なんかそう難しい名前やって、あそこでも車中できるやろうし、昨日会った人が、昨日三重県から来てた方に教えてもらったんやけど、道の駅スワン44根室っていうところ、これがなんかいいよって言われて、でそうなんやと思ってちょっと走らなあかんのかな、に行くのも、ありかなと何やいろいろ打つわね、行くのもいいかなと、思ってます、はい、なんかここはリラックスしてめっちゃ心地がいい、風も気持ちいいな。本当にでも風めちゃめちゃ冷たいな。太陽出てたらあったかいけど、ね、ちょうどね、冬やで冬ほんまに冬やわ。さあほな出発しましょう。はい、この先しばらく道なりです。まもなく目的地周辺です。これだね。ここだったね。空いてるな。前めっちゃ混んでたのにな。めっちゃ混んでた。夏休みやったからかな。道の駅知床羅臼に着きました。でここでね昆布を見ていこうと思います。昆布がね有名なんでね、昆布見ていきます。はい。かんちゃん、ここにまた来ましたね。来ましたね。前の時も二度とけえへんからいっぱい買おうとか言ってたのに、そう二度とけえへん。すごいね、お花になってます。すごいな、昆布な。ね。うわ、でっか。売れちゃったんだね。これ。あ、これホッキ貝。長い。昆布のお土産をダンスのメンバーたちに買いました。これはね、前回も買って喜んでもらったので、これを買っていきます。母ちゃん、はい、あそこがね北方領土ですね。ちょっと島がね、どの島がどれかっていうのがわからないんですけど、綺麗に見えてますね。ここはね、前に来た時も見たんですけどね、なんともね難しい気持ちになりますね。こういう風にねクリアに、それも近くに見えると、関西なんかに住んでるとすごく遠くの話にいつも思うんですけど、やっぱりね、ここに2年前にここに来た時も思ったんですけど、やっぱりこうやって間近で見るとね、あそこにね住まわれてた方もおられたはずなので、やっぱりねいろんな思いがあるんだろうなと思って、なんか綺麗だなっていうだけでは見れないものがありますね、やっぱりね。
今知床峠に入りました。で、通行時間の規制があるみたいなんですけど、凍結とかがあるみたいで、通行時間の規制があるみたいなんですね。で1週間前はね、さっき地元の方かなに聞いたら、1週間前は雪が積もってたそうなんですよ。2、3日前から通行規制がなくなって終日通行可能になったそうなんで、今日はこのまま進めるみたいです。夜もね、峠の展望台の駐車場に止めて車中泊そこでしたいなと思ってるんですけどね。はい、綺麗な星とね、朝日、すごいびっくりするような朝日が見れたらいいなと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。熊に気をつけます。今ね、熊の湯に入ろうかなと思って行ったんですけど、駐車場がいっぱいだったんで、もう通り過ぎることにします。熊の湯はこんな感じ。じゃあ、はい、知床峠のてっぺんですね、はい、展望台の駐車場から羅臼岳を見るとこんな感じです。はーい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。本当に綺麗です。クリアで、前は朝来たんですよね。で今日は夕方、夕方ですね。4時ぐらいなんで夕方ですね。夕方ね、夕方でまた良さがありますね。沈んでいくことになるんだよな。今日は綺麗やろな、確かに。また来たね、ホテル知床。バスの運転手の人がこれを忘れて後ろに置いたままバックして潰しちゃったから、もう預けられんか、ホテルの人に預けられん。はい、こんにちは。これバスの運転手さん、後ろにかけたまま忘れて後ろで死んじゃったみたいな。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、申し訳ないです。ありがとうございます。そうそうそう、あっち行くねんな。大浴場あっちで、部屋こっちやった。向こうだったね。そうそうそう。なんかちょっと久しぶりに緊張しました。緊張した。はい。ホテル。毛だらけでいいですか。ないけどね。はい。じゃあお風呂まず行きましょう。はい。でその後食事。やってるそうです。はい。行きましょう。温泉どうでした？
よかったですね。ここの温泉は前もね来てるから。なんか安心だね。そうなんかねいつもね新しいところばっかり探しに行ってたんですけどね、旅先とかも。今回は以前行ったところを回ってる感じなんですよ。これはこれでねいいなと思いますね。なんか無事にまた家族が一緒に同じ道をたどれるっていうのはいいことだなと思いました。はい、じゃあこれからねご飯行ってきます。このご飯のために来ました。朝からパンしか食べてない。そうなんか途中からバイキングなんですよ。でねもう食べたら負けみたいな感じになっちゃって、もうバイキングめっちゃ食べたろうみたいな。楽しみにして。よくありがちなね水も飲んでない。私たちのパターンですけどね。はい、じゃあ行ってきます。楽しんできます。はい、じゃあ母ちゃん、夕食バイキング嬉しいね。はい、じゃあ行きましょう。もうお腹いっぱい。やっぱりほどほどにっていうことですよね。もうね食べ過ぎてお風呂入ったお腹が引っかかって座ろうとしたら浮いてくる。そうでね、しゃっくりが止まらなくなって、そう。恥ずかしかった。酔っ払ってる人になって決して酔っ払ってるわけじゃないですよ。お酒飲んでないですからね。けど本当ってなって、で周りの人がだいぶ飲みはったんやなっていう顔をしましたけどね、飲んでません。じゃあ凪のところに帰ります。めっちゃ美味しかったです。いいお湯でした。いいお湯といい食事でした。凪はねちょっとお待たせしたんでごちそう作りに帰ります。じゃあこれから、知床峠の展望駐車場に戻ります。はい、ここから16キロぐらいかな、登るの。16キロぐらいかな、16キロぐらいだと思います、登るのがね。でもう寝るも着いたら寝るだけっていう感じですね。星の撮影をちょっと私はするんですけど、もう車のすぐそばでしようと思います。一応警報ブザーと鈴とあと少しいろいろ持って、まあ一応車からもほとんど離れないようにしながら野生動物に気をつけて星の撮影をしたいと思います。もう車から本当にもう離れない、もう本当にすぐそばでしようと思います。でトイレはもうこのキャンピングカーの中ですることにして、もう外にはほとんど出ないように、もうその撮影以外は出ないようにしようと思ってます。はい、では行ってきます。気をつけて行ってきます。今ねもうゆっくり走ってたんですけど、やっぱり鹿が飛び出してきましたね。2匹飛び出してきて、でももうなんかちょっと横でね見えたね、今のはね。ゆっくりだから気をつけて行きます。もうそろそろ着きますね、多分駐車場に。車止まってるな。止まってます。あれ、何台も止まってる。すごい。そうなんや。みんな車中泊してますね。すごいね。1台だけかと思ったら全然違うんやな。そうですか。皆さんやっぱりしはんねんな、車中泊。
今は知床峠の展望台駐車場にいます。でここに来るのに真っ暗な道を走って上がってきたんですけど、もうね結構ドキドキしてきたんですよね。1台だけで真っ暗な中で大丈夫かなみたいな風に思ってたんですけど、ここに着いたらねたくさん車が止まってました。車中泊なのか星の撮影に来られてるのかわからないんですけど、もう10台ぐらいは十分にいると思います。なのでなんかもうすごい緊張してきたんですけど、他にもね車がいるとちょっとね安心しましたね。でただいまの時刻は10時41分です。で星の撮影が終わるのが1時間ぐらいかかるので、10時半からスタートしたので11時半ぐらいまではかかるかなと思います。はい、でただいまの気温なんですけれども、3.8 度ですね。で風がものすごい強いんでめっちゃ寒いです。外はもうすぐ体が4.3 度になりましたね。体が急激に冷えていきましたね。はい、星の撮影が終わったら寝たいと思います。ただいまの時刻は12時8分です。でさっき星空の撮影が終わりました。綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。出来はこんな感じ。どうでしたか？だったと思うんですけどね。もしかしたら結果は今の時点で私実は知らないんで失敗してるかもしれませんけど、おそらく綺麗な星空をお届けできたんじゃないかなと思ってます。でただいまの気温は、4.3 度ですね。でも風がものすごいんでめちゃくちゃ寒かったです。外は1時間ちょっとぐらいかかりましたね。で明日は網走の方にまず向かって走っていこうと思ってます。どこまで行くかは未定なんですけれども、多分ちょっとわかりません本当にまた明日のお楽しみとしてください。じゃあそろそろね寝たいと思います。本日もありがとうございました。ではおやすみなさい。おはようございます。今はね羅臼岳をバックに朝日を待ってます。でただいまの時刻は4時前ですね。3時半から待ってるんですけどね、3時半日の出なんで3時半から待ってるんですけど、今やっと出てきましたね。じゃあ撮影行ってきます。綺麗な朝焼け撮ります。